日本の半導体はこれで一発逆転できるかもしれない。東京ビッグサイトで行われた半導体の祭典セミコンジャパン。その会場の一角でラピダスがある試作品を公開した瞬間、業界に衝撃が走りました。それが今日解説するガラス基板です。皆さんもニュースなどでラピダスが2027年に2ナノメートルの半導体を作るという話は聞いたことがあるかもしれません。しかし多くの専門家や投資家はこう思っていました。技術的に作れたとしてもコストや量産規模で王者 TSMC に勝てるわけがないと。ところが今回の発表でその空気が一変。ラピダスは半導体の常識である丸いシリコンウェハを捨て、四角いガラスパネルで配線基板を量産すると宣言しました。しかも量産開始は2028年。あのインテルですら苦戦している技術を世界に先駆けて実用化し、TSMC を一気に追い抜くという事実上の宣戦布告と言えます。なぜ丸が角になるだけでこれほどの衝撃なのか。なぜプラスチックではなくガラスなのか。ラピダスが描く逆転のシナリオと日本の意外な勝ち組企業について解説します。ラピダスが世界を驚かせた技術。キーワードは丸から角へという形状の革命と樹脂からガラスへという素材の革命です。まず最もインパクトの大きい形状の話から始めましょう。ニュース映像で目にする半導体の工場でピカピカに光る円盤のようなものが運ばれているのを見たことがありませんか？あれはシリコンウェハといって直径300ミリほどの丸い板です。これまでの半導体作りはこの丸いピザ生地の上に四角いチップをなべて焼くような作業が常識でした。しかしここで単純な疑問が浮かびます。半導体のチップは四角なのになぜ土台は丸いのでしょうか？実はこれデザインで決めているわけではありません。シリコンの結晶を作る際、溶けた原料の中から回転させながら引き上げるという製法を取るため、どうしても金太郎飴のような円柱状になってしまうのです。一方で丸い生地から四角いクッキーを切り抜こうとすると、どうしても端に余りが出てしまい無駄になる課題がありました。これまでの半導体製造はこのもったいないスペースを許容しながら行われてきました。そこでラピダスは考えました。最初から四角い土台で作ればいいじゃないかと。今回発表されたガラス基板は 600mm 四方、つまり新聞紙を広げたくらいの大きさがある巨大な四角いパネルです。丸いウェハではなく、この大きな四角いガラスパネルを使うことで一度に処理できるチップの面積は飛躍的に広がります。この丸から角への転換と大型化によって生産効率はこれまでの10倍にも跳ね上がると試算されています。これこそがコスト競争力で巨人に立ち向かうための最大の武器となるでしょう。次に素材の革命についてお話しします。なぜ今までのプラスチックのような樹脂ではなくガラスでなければならないのでしょうか。ここでイメージしていただきたいのは超精密な料理の盛り付けです。最先端の AI チップは非常に精細な回路の塊です。これを動かすととてつもない熱が出ます。これまでの樹脂製の基板は熱が加わるとまるで熱いフライパンに乗せたプラスチックのまな板のように微妙に反ったり歪んだりしてしまいました。チップと基板をつなぐ配線は髪の毛よりも細いため、土台が少しでも歪むと配線が切れてしまい使い物にならなくなってしまいます。これが今の半導体業界が抱えている最大の悩みでした。そこで登場するのがガラスです。ガラスは熱を加えてもほとんど変形しません。どれだけチップが熱くなっても土台であるガラスは平然としています。そのためどれだけ微細な配線をしても切れる心配がなく、安心して巨大な高性能チップを乗せることができるのです。
さらに、ガラスには電気を通さないという性質があります。電気が通らないと困るんじゃないの？と思われたかもしれませんが、実は逆なんです。基板自体は電気を通さず、必要な場所だけに電気を通す道を作ることが重要です。ガラスは余計な電気漏れ、いわゆるノイズを遮断してくれるため、信号が非常にクリアになります。例えるなら、ガタガタの砂利道を走っていたデータが、きれいに舗装された高速道路を走るようなものです。これにより、データの転送速度が上がり、消費電力も下がるという一石二鳥の効果が得られます。ガラスに電気の通り道を作るためには、ガラスに穴を開けなければなりません。しかし、皆さんもご存知の通り、ガラスにドリルで穴を開けようとすれば、パリンと割れてしまいますよね。そこで使われるのが、TGV と呼ばれる魔法のような技術です。これはドリルではなく、特殊なレーザーと化学薬品を使って、ガラスにダメージを与えずに、垂直にきれいな穴を開ける技術です。その穴の大きさは、なんと1ミリの数十分の1という小ささ。この目に見えない無数の穴に銅などの金属を流し込み、電気の通り道を作ることで、ガラスはただの板からスーパーコンピューターの神経系へと進化するのです。生産性は10倍、熱に強く、信号も速い。こうして聞くと、ガラス基板はまさに夢のような技術に思えますよね。なぜインテルやサムスンはすぐに実用化できなかったのか。実は、そこにはガラスという素材ならではの製造現場を絶望させるある致命的な弱点が存在していたのです。少し時計の針を戻して、なぜ世界中の技術者たちがガラスに目をつけざるを得なかったのか、その切実な事情をお話しします。長年、半導体の進化はチップを小さくすることが全てでした。より細かく、より小さく回路を書くことで、性能を上げてきたのです。しかし、回路の正幅は数ナノメートルという極小の世界に到達。これ以上細かくするのは、物理的にもコスト的にも限界に近づいています。そこで、技術者たちは発想を転換しました。一つのチップを無理やり小さくするのではなく、いくつかのチップを横に並べてつなぎ合わせ、全体で一つの巨大な脳みそを作ればいいじゃないかと。これをチップレットと呼び、最近の高性能な AI はほとんどがこの方式で作られています。しかし、ここで新たな問題が発生しました。複数のチップをつないで高速でデータをやり取りさせるには、熱に強く、かつ、コストを抑えられる土台が必要です。樹脂は熱に弱く、シリコンはコストが高すぎる。このジレンマを解決する第三の選択肢こそがガラスだったのです。なんだ、じゃあさっさとガラスで作ればよかったじゃないかと思いますよね。ところが、ガラスの壁と呼ばれる製造上の恐ろしい難題が立ちはだかっていました。皆さんも薄いガラス板を運ぶ時のことを想像してみてください。少しでも力が加わればパリンと割れますし、微細な傷がつくだけでそこから亀裂が入ります。半導体の工場では、ロボットが猛スピードで基板を搬送して加工を進めます。その激しい動きの中で、新聞紙のように薄くて巨大なガラス板を一枚も割らずに、しかもナノメートル単位の精度で加工し続ける。これは製造技術としては悪夢のような難易度と言えるでしょう。実際、半導体の巨人であるインテルは10年も前からガラス基板の研究を続けてきました。彼らはこの技術のパイオニアです。そのインテルでさえ実験室では作れても工場での大量生産には大変な苦労を強いられています。最近の報道でもその実用化の難しさに直面していることが伝えられています。あのインテルでも手こずる技術を本当に日本のラピダスができるのか。多くの人がそう疑うのも無理はありません。それでもラピダスには
この割れやすいガラスを制するためのある勝算がありました。今回の発表が未来に向けたパフォーマンスではないと言える決定的な証拠があります。それは今回のイベントで実際にガラスを使った中継部品インターポーザの試作品が展示されたことです。パワーポイントの資料や CG 映像ではなく物理的に存在するものがそこにありました。これは研究室レベルでの基礎実験はすでに完了し量産を見据えた段階に入っていることを意味します。ではなぜインテルですら苦戦するガラスの量産をラピダスは実現できると自信を持っているのでしょうか。実はガラス基板を実現するための革新技術である TGV において世界トップを走っているのは日本の大日本印刷です。当社は長年印刷技術の応用で極めて微細な加工技術を磨いてきました。さらに不純物がなく平らなガラス素材を作る AGC やホーやそのガラスをナノレベルで削るディスコなどこの分野の素材と装置は日本企業が世界シェアを独占しているのです。つまり海外のメーカーは日本から材料と機械を輸入して作らなければなりませんがラピダスはこれらの日本企業と協力して開発ができるのです。ガラスは割れやすいという最大の弱点も素材を知り尽くした日本メーカーの連合軍ならば克服できる。これがラピダスが掲げる賞賛の正体です。具体的なスケジュールも非常に現実的と言えます。ラピダスはまず2027年に2ナノ世代のチップそのものの量産を開始予定です。その生産が安定した翌年の2028年にこのガラス基板によるパッケージング技術を投入すると宣言しました。この段階を踏んだロードマップは決して焦って出したものではなく緻密に計算されたものであることが伺えます。インテルが組織の肥大化や経営判断の迷いで足踏みをしている今まだ小回りの利くラピダスと技術力のある日本サプライヤーがタッグを組んで一気に追い抜く。そんな逆転劇の舞台はすでに整っているのです。この技術革命は日本の経済にどのような影響をもたらすのでしょうか。ラピダスのガラス基板への挑戦はこれまで日本が培ってきた2つの異なる技術を融合させ巨大な市場を総取りする可能性を秘めています。1つ目の技術はもちろんガラスそのものです。先ほど紹介した大日本印刷や AGC、ホーヤといった企業が持つ海外勢が真似できない微細加工と素材の技術です。ラピダスが量産に成功すればこれらの企業の部材が飛ぶように売れることになるでしょう。まさにラピダス特需が約束されているようなものです。しかしここからが深掘りすべきもう一つの重要なポイントです。それは丸から角へという形状の変化がもたらす意外な業界への波及効果です。現在の半導体工場にある機械はすべて丸いピザ生地を運んだり加工したりするために設計されています。ここに突然四角い座布団のようなガラスパネルを持ってきても機械に入りませんし運ぶことすらできません。つまり工場のラインを丸ごと四角いものを扱える機械に入れ替えなければならないのです。では大きくて四角いガラスを扱うのが得意なのは誰でしょうか。そう、液晶テレビや有機 EL パネルを作ってきたディスプレイ製造装置メーカーたちです。これまでテレビやスマホの画面を作る市場は成熟し成長が鈍化していると言われてきました。しかし今回のラピダスの戦略によって彼らの技術に再びスポットライトが当たることになります。例えばパネルに薬液を塗る装置で世界シェアトップのスクリーンホールディングス、巨大なパネルに回路を焼き付ける露光装置を持つキャノンやニコン、さらに真空技術で膜を作るアルバックといった企業です。彼らが長年磨いてきた四角いパネルを高速で処理する技術がこれからは
最先端の AI 半導体を作るために不可欠となる可能性があります。これは日本の製造装置メーカーにとって枯れたと思われていた技術が最先端技術として復活する千載一遇のチャンスと言えるでしょう。ラピダスが成功するために欠かせないパートナー企業、つまりガラスの素材、基板加工、そしてディスプレイ製造装置のメーカーはその多くが上場企業です。ラピダスが掘り当てようとしている2ナノ半導体という金脈。その壮大な挑戦を成功に導くため、日本の産業を支え続けてきた企業たちが今再び世界の最前線でその技術力を発揮しようとしているのです。最後に今回のお話を3つのポイントで振り返りましょう。1つ目は丸いシリコンから四角いガラスへ変わるという形状と素材の革命。この転換によって生産性は一気に10倍にも跳ね上がると試算されています。2つ目はこれが遠い未来の話ではなく、すでに試作品が存在しているという事実です。2028年の量産開始に向け、夢物語ではない現実的な準備が着々と進んでいます。3つ目は、この挑戦がラピダス一社だけでなく、日本企業連合による技術の総力戦であることです。ガラス素材、微細加工、そして製造装置といった各分野の世界トップ企業が、このプロジェクトを支えています。かつて世界を席巻した日本の半導体が長い冬の時代を経て、このガラスの板を武器に再び世界の頂点を狙おうとしています。ラピダスが起こそうとしている風は、日本の製造業全体を巻き込む巨大な台風になるかもしれません。皆さんは、このラピダスのガラス基板による逆転劇、実現すると思いますか？それとも、まだ厳しいと思いますか？ぜひ、皆さんの率直なご意見や応援のメッセージをコメント欄で聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほど、と思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。